私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。レジリエンスとは、心のしなやかさのことです。心がへこんだり傷ついたりしても、折れることなく、回復していける力のことを指します。今回は、レジリエンスを高めてメンタルを強くするための効果的な方法についてお話ししようと思います。結論を先にお伝えすると、それは自己肯定感を高めることです。このトークでは、なぜ自己肯定感を高めることが大切なのか、また、どうすれば自己肯定感を高められるのか、そのヒントをお伝えしていきます。自己肯定感という言葉を聞くと、自分を肯定することと単純に思いがちですが、実際には自己肯定感の意味は、これとは少し違っています。自己肯定感とは、どんな状態の自分でも、そのままの自分を認め、尊重し、自己価値を感じることができる心の状態を指します。自己肯定感が高いというのは、自信があるという意味ではありません。大きな成果を出せた時には、当然、自信も高まるでしょう。でも、失敗やミスを経験すると、自信を失うこともありますよね。自信はその時々の状況によって変わるものです。それに対して自己肯定感は、少しずつ築かれていき、一度築き上げたものは、そう簡単には揺らぎません。自己肯定感が高いということは、別の言い方をすれば、自己需要ができているとも言えるんです。自己需要とは、ありのままの自分を無条件で受け入れること。つまり、たとえ結果が出せなかったり、頑張れなかったり、ミスや失敗をしても、自分を許し、認め、受け入れる姿勢があるということなんです。自己肯定感と自身の違いを、doing、having、being という3つの英単語を使って説明すると、わかりやすいです。doing とは、人の行動や行為のことで、勉強を頑張っているとか、頑張っていないといったものが例に挙げられます。having は、doing の結果として得たもの、あるいはもともと持っているもののことで、成績や業績、才能、肩書きなどがこれにあたります。そして、being は自分の存在そのものを指します。一生懸命努力して成功を収めた場合、その結果として高い業績を得て自分に自信がつくでしょう。でも、ミスをしてしまって試験に落ちた場合、自信をなくしてしまうかもしれません。このように、自信はdoingやhavingと深く関わっていて、状況によって揺れ動きます。でも、自己肯定感はdoingやhavingには左右されません。自己肯定感が高い人は、結果がどうであっても、何かを成し遂げてもそうでなくても、どんな自分であっても、自分自身を許し、認め、受け入れることができるんです。これが、自己肯定感と自身の根本的な違いです。では、自己肯定感を高めるには、どうすればいいのでしょうか。そのためには、自分自身との関係を良好に保つことが効果的なんです。これを理解するために、私たちの内面にある見つめる自分と見つめられる自分という2人の自分の存在をイメージしてみてください。見つめられる自分は、様々な感情を素直に感じる自分のことで、時には嬉しい楽しいと感じたり、悲しいがっかりだなと感じたりします。一方で、見つめる自分とは、こうした感情を持つ自分自身を観察し、評価する自分のことです。もし見つめられる自分ががっかりしたときに、見つめる自分がそんなことで悲しむべきじゃない、とか、がっかりして悲しむなんて情けない、とか、なんでそんなに弱いんだと、厳しく責めてしまったら、自分との関係は悪くなってしまいます。その逆に、見つめる自分が、そうだよね、そんなことがあったら、がっかりもするし、悲しくもなるよね、と共感してあげれば、自分との関係は良くなっていきます。親友には優しい言葉で励ますのに、自分にはつい厳しくなってしまう人って意外と多いんです。
でも、そんな態度では、自己肯定感は高まりません。いい時も悪い時も、いつでも自分に優しく接し、自分を許し、認め、受け入れることが、自己肯定感を育てるために大切なんです。自分という存在は、誰よりも大事な人のはずです。だって、一年中、一日中、ずっと一緒にいる相手ですから。そんな自分を責めたり、攻撃したり、いじめていたら、自分との関係はどんどん悪くなり、生きるのが辛くなってしまいます。逆に、どんな時も自分の味方でいられたら、心がほっとして、リラックスして過ごせるようになります。そうすると、自分との関係が良くなっていき、喜びや幸せも感じやすくなるんです。いい時も悪い時も、どんな時でも自分に優しく共感することで、自分との良い関係が築かれ、自己需要が深まり、自己肯定感も高まっていくんです。自分との関係を良くするには、自分が感じていることを感じたままに受け入れることが大切です。つまり、自分の感情を無条件で認めてあげることです。悲しい時にはそうだよね、悲しいよねと共感してあげたり、がっかりした時にはがっかりしたんだね。がっかりするよね。と、自分をいたわってあげます。どんなにネガティブな感情でも、否定せず、そのまま受け止めて、自分を許し、認め、受け入れることが大切なんです。子育てをしている親御さんも、お子さんの感情に対して同じように接してあげるといいと思います。子供が悲しくて泣いている時には、いつまでも泣いてないで、元気出してというのではなく、悲しいんだね。そうだよね。悲しいよねと。その感情をそのまま受け止めてあげることが大切です。一見、元気づけているように思えるような早く元気出して、という言葉も、子供にとっては、自分の感情を否定されたように感じることがあります。ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、それは情緒的に見捨てられたと感じさせることもあるんです。でも、悲しい時には悲しいよね。怖い時には怖いよねと共感してもらえると、子供は自分は大切にされている存在なんだと感じるようになります。その結果、子供自身も自分の感情を受け入れられるようになり、自己需要が深まり、自己肯定感も自然と育まれていくんです。自分に対しても、子供に対しても、どんな感情であっても、そのまま受け止めて、心の中で温かく抱きしめてあげることが大切です。そうすることで、自分との関係が良くなり、自己需要が進み、自己肯定感が高まっていく方向へとつながっていきます。今回は、レジリエンスを高めてメンタルを強くするために、自己肯定感を育てることの大切さについてお話ししました。おさらいすると、自己肯定感というのは、あるがままの自分を認めて、尊重し、自分の価値をちゃんと実感できる心の状態のことです。自己需要ができると、自分が自分であるという確かさを実感できるようになります。自己肯定感を高めるには、自分との関係を良好に保つことが効果的です。具体的には、どんな感情であっても、否定したり押さえつけたりせずに受け入れる姿勢が大切です。特に、悲しみや失望といったネガティブな感情を抱いたときは、その感情を受け止めて、悲しいよね、悔しいよね、がっかりするよ、と自分に共感してあげることが大切です。これを繰り返すことで、どんな感情を持っていても、自分を大切な存在として感じられるようになり、自己需要が深まり、自己肯定感も自然と育っていきます。このアプローチは、自分自身だけでなく、子供にも効果的です。子供のありのままの感情を許し、認め、受け入れることで、子供の自己肯定感も育っていきます。そうして育まれた自己肯定感は、どんなことがあっても心が折れず、へこんでも、すぐに立ち直る力を育ててくれるんです。そのままの感情を受け入れて、レジリエンスを育て、より充実した幸せな人生を歩んでいきましょう。ご視聴いただき、
ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアしていきますね。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。